いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。これは当店で今も現役の、小さな包丁ですが、これ本焼きなんですよ。で、元はね、刺身包丁です。で、一般に柳なんて呼ばれるものですね。で、これをね、初めて買った時の大きさというのがですね、同じくですね、当店で手に入れて10年ぐらい使った本焼きの柳刃がありまして、だいたいねこのぐらいの長さがあったんじゃないかなということでした。先代の頃から使い始めてですね、この長さまで使い込んでくるのにおよそ60年はかかってます。ちょっとね塩の用向きが違う種類が違う包丁ですが、同じく当店の本焼き、これはふぐ引き包丁で当店で一番新しい本焼き包丁なんですが、今お見せした包丁は最初はだいたいこの程度の長さがございます。包丁はまるでですね、当店の歴史の生き証人みたいなもんなんですかね。包丁人やわと申しまして、お話をさせていただきたいと存じます。包丁というからには和包丁のお話かと申しまして、包丁にはこんな種類があってこうやって作られてで、そんな風に続けてもよろしいはずなんでしょうけど、そこはやわですから。で、むしろね、そんなお話でしたらね、包丁の作り手さんが作ってくださったたくさん良い動画が上がってます。なので、今夜は、我々包丁の使い手が、お話しするという包丁人やわと申します。させていただきまして、私たち包丁人がですね、実際どう感じながら包丁を使っているかという、そんなお題で、やわに合った柔らかいお話をお話ししてまいります。で、我々包丁人は包丁の使い手でございまして、何が言いたいかっていうと、立場的にはですね、作り手さんに、ああいうのが欲しいとかですね、日頃、わがままを申し上げて、作っていただいているという、包丁でいうヘビーユーザーですね。そういうものであります。確かに、我々は、お客様が、うわーって喜んでくださる切り方をね、いくつか知っている、そういう人種の一人ではあるんですが、聞いているうちにですね、そのまま眠ってもよろしいようなお話を選んで、させていただこうと思ってます。いつものように、お休み前にこの動画をご覧の皆様は、どうぞ目覚まし時計をセットしてご覧いただくということをどうぞお勧めいたします。和包丁はまず錆びます。私たちが使う和包丁とですね、ご家庭用の包丁の作り方の違いっていうのはよく動画で確かに上がっているんですが、じゃあ実際手にしてどこが違うのかという、まず分かりやすい性格のお話から入っていこうかと存じます。で、簡単に申し上げるとですね、和包丁というのは、錆びるように作ってもらってると言っていいんじゃないかなと思います。スーパーとかね、DIY ショップで並んでる包丁っていうのは、どれも間違いなく、防水加工っていう、錆びを防ぐ加工ですね。これがしてあります。で、防水加工いろいろあるんでしょうけども、一番おなじみなのが、ステンレスにしたりですね、ステンレス、もうね、ほとんどね、ステンレスだらけなんですよね。で、そのステンレス加工とですね、和包丁というのは、もうほんとここ一点、
よく錆びる点が違います。で、ところでこのせっかくご家庭用の包丁のお話が出たので、ちょっと脱線いたします。もうお気づきだと思いますけども、金属でできた包丁の他に、セラミックの包丁というね、こういう出てるんですが、これね、我々にとっては、ちょっとセラミック包丁はまだおっかないんですよね。なんでおっかないかなと申しますと、切れるとか切れないっていうよりも、その切れ方でですね、セラミック包丁を手にした方はご存知だと思います。薄さの割にはですね、ほんと変形少ないんですよね。それに対して和包丁ですとか、ステンレス包丁っていうのは、変形するんですよ。で、そういう風に作ってありますし、変形という言葉よろしくないですかね。いい言葉。しなりという言い方がありますね。で、実際に私はこのね、包丁のしなりも使って、お刺身を切っているわけなんです。そんな感じでね、全く切れ味に触らないまんま、私がセラミック包丁苦手でなんてお話をしていますが、単純に申し上げますと、私のいます現在の厨房の中にある包丁ですね。多数決で圧倒少数なんですよ。なので、結局は切れれば包丁はいいわけですから、ひょっとしたら近いうちにですね、私の厨房もですね、セラミック包丁だらけになる、そんな未来が待ってるのかもしれません。そんなお話をしまして、今のところね、私の厨房の中でいっぱいある鉄系の包丁の中でも、和包丁というこのお話に戻らせてください。で、和包丁には鋼と呼ばれている鉄が使われています。これ鋼ね、強そうなお名前です。今日のお話向きに、とっても平たく申しますと、包丁でいう鋼はまさに切るために作った剥き出しの鉄の塊とでも申しましょうかね。鉄はね、何もしないと本当に簡単に錆びます。もう、どこを向いてもステンレスな生活をしている今の私たちには、もうびっくりするような、そんなスピードです。ただ、この鋼の切れ味はね、やっぱり今でも他に並ぶ素材がないんですよ。で、やはなりにこんなあたりの話をつまんではしょって短くすると、我々料理人がね、大先輩の頃から、大先輩も料理人ですから、作り手でありました鍛冶屋さんにですね、もう錆びてもいいから、切れ味のいいやつを作ってくれ、みたいに、常々申していたもんだから、こういう鋼を使った包丁が日本にはたくさんあるわけですよ。だから、錆びる包丁を、その錆をね、落として、で、使う。で、錆を落としたり、刃先をね、研いで、やるのは、日本ではもう砥石ですよね。ですから、プロの我々というのは、和包丁は必ず砥石とセットにして扱ってます。で、またね、この砥石というと、日本の砥石は、本当にね、いい砥石がありましてね、砥石の話はまた別の機会に長くなります。させていただくとしましてですね、和包丁は錆びるよというお話でございました。で、今ね、海外から、料理人さんたちが、日本の包丁を本当それこそ目をハートのようにして、買っていく場面、結構私もよく見まして、市場やね、かっぱ橋、東京ではね、道具街かっぱ橋が有名ですけども、本当によく見かけます。市場のね、中にも包丁屋さんあるでしょ。もう、
溢れんばかりにやってきて、で、研ぎをお願いした包丁を持ってったら、その包丁にもうよらんばかりに来るから、もう危ないから向こう行ってっていう、そのぐらい、人気でございますが。ただね、彼らは、一緒に砥石も買ったかなーって、他人事ながらね、気になります。おそらく彼らにはね、これから本国に帰ってからね、まめに砥石に当ててやらないとね、すぐもう、わーって、抹茶茶のサビだらけになっちゃうっていう、そういう、包丁との長い長い運命が待ってるんだろうなーっていう少々遠い目になる時もありますね。本焼き包丁のお話です。お話がですね、和包丁だけに、絞られてきたというところで、もう和包丁といえば、もう皆さんをご存知のもっともっとコアなね、本焼き包丁のお話をしてみましょうね。東京のデパートでも包丁販売会とかね、定期的になさってらっしゃいまして、そうすると、販売の目玉になりますのが、何と申しても本焼き包丁ですね。コピーがいいですね。日本刀と同じ作り方の包丁をとかね。日本人の心は本焼き包丁だなんて、素晴らしいコピーの下に、この渋く光ってる本焼き包丁の写真を見ると、ね。手に入れられないまでも一目見てみたいっていう気持ちかき立てられます。で、また皆さんにそう思っていただくべくですね、もう作り手様も渾身のそういう作品という、これ美術品ですかね。こういう言ってもいいぐらいの本焼き包丁が並んでてます。でも私ももうそういうのあるとね、ちょっと行ってくるのつって神さんと別れて、本焼き包丁を目当てに見に行ってしまう一人なんですが、本当に綺麗です。で、対してね、この一般的な方たちのその本焼き包丁の視線とは別に、我々包丁のヘビーユーザー側のリアルな感覚というのを申し上げたいと思って、お話ししてるんですが、実際に私もふぐ刺しを引くときにね、その使う包丁は本焼き包丁なんです。で、本焼きはね、一度使い込めばね、もう絶対手放したくないっていうような、生き物みたいなね、そんな包丁。本当に生き物として扱った方がいい、そういう道具なんですが、実感的にはね、これぐらい、惚れ込んでくるぐらいでない場合ね、よっぽど十何人前も毎日切り分けるのでなければ、本焼きはちょっと遠慮したいかなっていう、そのぐらいですね、本焼き包丁を維持するのにはね、手間暇がかかります。こう申し上げてね、本焼き包丁にケチつけるのかって、そういうね、職人さんはいないと思うんですね。むしろね、伊達や水郷でね、これいいわ、俺買うわって買っていかれてですよ。で、扱いきれなくて、で、真っ赤になっちゃった本焼き包丁をね、研ぎ直してくれってすぐ戻ってきちゃうっていうのが実はいっぱいあるんだって聞いてます。こういう方がね、作った鍛冶屋さんは嫌だと思うんですよね。実際にそんな方たちが作ってくださる包丁で、こういうあたりのお話はね、もう、儲けとかね、そういうお話よりも、なんて言うんでしょうね、職人の誇りというか、意地とかね、そういう方に、寄ったようなお話と申しますか、そういう類のお話ですね。で、ちょっとね、先ほどの話に戻りまして、和包丁は錆びやすいって申しましたよね。で、その時に、
和包丁は鋼を使ってるから錆びやすいんだというふうに私申しましたが、感覚の話です。感覚の話で申し上げると、もう本焼きはね、全身が鋼っていうふうに、そういう見える感覚なので、もうこの本焼き包丁の錆びやすさといったらですね、もう厨房の湿気だけでもね、もう3日で錆び出します。あれっていう、もう梅雨時なんかハラハラです。で、当たり前なんですよ。本焼き包丁ってね、もう他の全てを捨てて、もう切れ味、硬さだけのために作られた包丁ですから、ですね、男性が好きな車にね、わかりやすく例えたつもりで申しますと、例えばタイムを叩き出すレースのためだけに作られたシルエットフォーミュラーみたいなね、車。今使ってませんか？シルエットフォーミュラーって年代分かっちゃいますね。そのまま申し上げます。こういうタイムが命みたいな車使うと、ラジオはいらないと。で、もうエアコンも無駄だよと。でもうパワーステなんていうのもいらないんだと、もう快適な装備は全部外して、その代わりに、もうエンジンだとか、サスとかね、駆動系にめちゃめちゃいいもんつぎ込んで、で、そんなね、車の尖ったイメージをそのまま、ナイフで作ったらどうなるかって考えてください。間違いなくそれが本焼き包丁です。もう硬さやね、切れ味、そういう性能的には、それがね、他の和包丁に対する、本焼き包丁の分かりやすいアドバンテージですね。で、その硬さや、切れ味ゆえに、ものすごい手間がかかります。具体的に申し上げるとですね、刺身包丁ね。これを普通の包丁で、一人前にどんぐらい使うかわからないですけど、例えばね、5人前を刺身作ったら研ぎ直しが必要なんだなという現場で使うんだとしたら、おそらく本焼きの刺身包丁それで使うと、10人前以上、もう1本の包丁で研がずに続けて切っていけるというような、そんなイメージですかね。でもその代わりに、普通の刺身包丁が、切れなくなったなと思って研ごうとすると、だいたい5分かそのぐらいで、かかったとしましょう。で、同じように研げるまで、本焼き包丁はね、おそらく30分以上見ないと綺麗にならないかな。下手な研ぎ方だとまたね、すぐ錆びちゃうので、研ぎ直しも大変なんですよ。で、またね、硬い、切れるっていうことは、とっても脆いことと代償に引き換えるんで、案外にね、本焼き包丁、刃こぼれも起きやすいんですよね。で、肝心なお値段ですが、鋼の値段が急に値段高くなっちゃいましたからね、2025年の現在を考えるんでしたら、一般的なね、刺身包丁のおそらくもう10倍以上の値段は覚悟してください。そんな感じでですね、もう一箇所褒められる代わりに、もう10箇所ぐらいもう無理ですよっていう到底持ちきれないようなそんな部分があるっていう、そんなイメージが本焼き包丁です。初めてね、もうこれを自分のものにしましたっていう時の、もう、やってくるでしょ。で、手にするとき、もう、そんなね、オーラにうわーって圧倒される。そんなところまでね、本当車でいうスーパーカーに、本当によく似てます。新規開店なさるお店さんがね、今まで買ったことないけれども、ステータスだからって言って、一本買われてくっていう、そういうプロの方も確かに多いんですよ。ただ、プロからプロに申し上げるというのでは僭越なんですが、僭越を承知で申し上げさせてください。本焼き包丁はね、お店のところにね、飾っておいただけでは、本当みるみるどんどん錆びていってしまいますから、せっかく買うんだったらもうそれこそ
ここで使うんだっていう活躍場面をね、具体的にきちんと決めていただいて、で、そうすると、ここのね、塚がこうなってて欲しいなとか、この峰のこの形がこういう風にしてとか、こう、言いたくなるわけですよ。で、そういうね、オーダーの変更も、本焼き包丁って、一本一本、ね、オーダー受けてから作る人がほとんどですから、ある程度のオーダー変更も全然できますんで、そういう必要をきちんと決めた上で、購入していただけたらなぁ、なんて、思います。まあ、すいません。生意気を申し上げました。さて、スーパーマンに見られることもあるという、これちょっと自慢というよりも危ない人の話なんですがね、例えばですね、例えばです。あるかな何かな目の前に例えば素晴らしい包丁があったとしましょう。で、日頃から、親方が使ってるのはそういう包丁を貸してもらったと。刺身包丁貸してもらったぞと。もう当然切れ味は抜群です。で、これを使って今日はお刺身作るんだぞって言って、スーパーで買ってきたお刺身用のお魚ね。あるでしょお刺身用なんとかって言ってこうできてる。このお刺身用に今すぐ切れる形っていうのを柵って言うんですけど、この柵でやってきた、タイですとか、スズキですとか、これをね、親方が使ってる包丁で、切ろうとしまして、切れないんですよ。もう切れないばかりかね、もうどんどん包丁を当てるそばから身がね、ぐちゃ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 って崩れていっちゃう。まあそんな経験ね、された方、まあ、ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ我々板前はね、ほぼ全員、もう最初はこの経験から始まってきます。もう、誰のせいにもできないですからね、なんだよ、これ親方も使ってた包丁で、なんでっていう、まあそういうところがね、いわゆる、腕という、ね、技量って呼ばれるものなんですよ。で、刺身の引き方というので、ネットで見ればね、すぐ出てます。まずは包丁を立てて、手前の小刃を、刺身のね、柵の小刃に当ててから、こう、一気に手前にぐーんと引くように切ってですね。で、一切れ切るたんびに横にある、用意した、濡れた手ぬぐいで包丁の面を拭いてなんていう風な、まあそんな言われ方が、普通にされてます。で、ただ、これね、バレエ話として先に言っちゃいますけど、見た目だけ綺麗に切るんだとしたら、本当にね、和包丁よりも、いつも使ってるステンレスの両刃包丁ですね。こちらをよーく研いでですね、それで、お刺身を切っていただいた方が、おそらく、全然綺麗に切れます。で、そういう話を私が申し上げると、じゃあ、板さんだってステンレス包丁で全然いいじゃないって、で、終わりされちゃうのもね、ちょっと寂しいんで、何せね、包丁技ってお口に入んないとわかんないでしょで、普通のステンレス包丁で切っても見かけは、まあ、引きで映像を撮れば変わらないというか、だから、包丁技ってなかなかね、映えないんですよね。氷を削るとか、そういうところで見える技だったら、すごい包丁技だって見えるんでしょうけど、まあ、そもそもがね、日本の料理刃物たちっていうのは、ね、職人がこうやってくれっていうふうに申し上げましたよね。で、どうしたいのかっていうと結局はお客様のお口に中に入って、で、お客様が美味しいっていう素晴らしい味わいが出るようにっていう、そう切れるように設計してもらった、まあ言ってみればね、これ、味ってイマジネーションですから、そういうイマジネーションの世界なものなんで、実際に切れたそのお刺身を、
いや、我々プロはお刺身見ればすぐわかりますよ。あ、こうじゃねえかと、これはうまくねえなとか、これは最高にうまそうだぞとか、あるんですけど、実際に食べてみるまで、その、映えという面では変わらない、悲しいですね。そんなわけでですね、ご家庭用の包丁にちょっとお話を戻しまして、で、平たい話、誰でも切るものに当てて包丁を動かせばそこそこ切れるように設計されているっていうのが、ご家庭用の包丁です。だからとっても優しい刃物なんですよね。で、一方でですね、和包丁を使いこなそうとするとですね、こうやってあえてって言いませんよ。言いませんけど。その代わりにね、もうね、かなりね、際立って特殊な条件ですよね。で、特殊な腕前の人です。そういう人用の、特殊な刃物というか、どっかの大統領みたいな言い方になっちゃいますけどもね、人民による、本当そんな感じです。だから、作った人がね、切る人が、きちんとイマジネーションを働かせて、で、きちんと使えれば、この、お客様のお口の中で、じわーっとね、美味しいっていう、そういう幸せな気分にそういうのを運んでくるような味のお刺身がちゃんとできます。で、この、イマジネーションっていうのがこの癖物でですね。で、確かにその、こうやって切るように作ってある。だからこうやって切るんだよっていう切り方はちゃんとあるんですけど、ただ、本当にこの私が何度も申し上げているこの漢字ですから、漢字は当人と色、ね、10人10色で、こうやってやるんだなって板さんが気がついてですよ。それを親方に、親方この包丁こうやるんですね。わかりましたみたいに開眼したつもりで親方に話しかけるでしょ。そうすると、当の話しかけられた親方が、あなんだそれみたいに言われちゃうわけですよ。で、それでも、板さんが、ちょっと見ててください。こうですよねみたいに、こう切ってね。で、切ったお刺身が美味しければです。そうすれば親方は、おーそれよくできた。で、褒めてくださると。こういう風な感じで、切り方は伝授されていくのが、普通というか、そうやって覚えた職人さんが多いわけで、だから、そういう風にこの頭のイメージで、こういう力のかけ具合で、こういう角度でっていうのを、こんな感じっていうのを、相手に説明するのもやっぱ言葉ですから、だからこれをね、説明しようとすると、もう切り気とか、気合とか、切り気っていうのは私しか使わないと思いますがね、もう最初からばらしときますけど、もうほんと、最古な表現方法と言いますか、包丁が笑うとか、なんだよそれは包丁怒ってるよとか、普通に使えますね。で、こんなね、どうしてこの、知的というか、なんて言うんでしょうね。絶対笑わないんですけど、包丁は。だけど、そんな風な、言葉を当たり前のように、なんでそう言うかっていうと、今申し上げてたように、使い手がですよ、イメージできた自分の中だけの言葉をね、頭の中から絞り出さなくちゃいけないわけです。で、しかも、そういう時って手にね、その切っている刃物を持ってますから、もう、じれったいというか、そんな場合じゃないんだよ、これがさ、みたいに、頭の中ぐっちゃぐちゃな状態で、もう、お話ししてくださる言葉ですから、本当に大変ですよ。刃物を持って切り方説明するって。うん。何度も申し上げます。ちゃんとした和包丁を持った時の和包丁ならではの切り方はきちんとあります。あるんだけど、ほんととってもじれったい。だから、そもそも、どんな意味のつもりでおっしゃってるのか、
もう文法もへったくりもないので、ね、初めて包丁握ってるような人がね、それを聞くと、何それ話しているあなたの知ったかぶりみたいに思えるようなレベルです。で、思われてて悔しいなってわかるんですよ。これ、わかんないよねって。だけど、わかんないだろう。俺もなんて言うのかな。わかんないんだけどさ、みたいに折れちゃったりして。でも、はっきり感じた何かを伝えたいって思ってくださると、そんな表現になってしまうんじゃないかなと。まあそんな感じです。まあ確かに、本当にそんな感じなんですけど、実際に切れている方のおっしゃりようというのを私が一緒に話をするでしょ。で、私も自分の切っているフグ刺しで、ファンを掴んだ人間ですから、お互いじれったくてね、それは一体何の話みたいに難しい顔しながら話するんですけど、5分もしないうちにですね、ああ、そう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 って、だいたいよく理解できます。で、まあ、そんな仲間が、フグ業界はね、年一回集まるんです。で、何で集まるかって、若い方にね、フグのさばき方を練習してもらうという機会を、組合で設けてまして、フグの模擬試験というのをやるんですが、こういう時にね、生徒さんに、説明しながらです。で、我々自身も、こういうのはこうやって教えればいいのかなんて、自分でまた勉強し直したりなんかするいい機会で、毎年行くわけなんですけど。当然ね、職人同士が集まって、話をしてますから、生徒さんに教えながら、脱線もよくあるわけです。で、生徒さんに向かってね、ちょっと、その包丁貸してみ、こうやってね、なんて言いながら、手本のつもりでですね、生徒さんの出刃包丁で、まな板、木のまな板ですから、手前のね、角張ってるところをこういう風にこうやって当てるんだよなんて言って、軽く撫でるつもりがですね、つい切り気が出過ぎちゃってですね、小刃をね、スパッと切っちゃったなんていう、そんなことはよくあるんです。で、やっちまった時ですね、私たちにはよくありますけども、せっかくのまな板もったいないなって、切ってしまった我々は思うわけですよ。本当またつまらないものを切ってしまったっていうね、どっかのお侍さんなんですけども、と思っている一方でですよ、生徒さんは自分の包丁でざっくりいかれてますからね、やばこの人たちを怒らせたら僕命ないかもしれないって固まってそういう顔されてますっていう。そういうこともね、よくあります。梨の味すら変わる。せっかくね、スーパーマンだという風に見られる機会ありますよという風に、大きく出ちゃいましたんで、職人さんの味って出てるんですよっていう風な話をさせてください。案外簡単にね、職人さんが切ったらばこういう味だなっていうのがわかるのがね、デザートのフルーツだったりしますね。で、フルーツの中でも、梨とかね、これ、洋梨じゃなくて日本の梨、あれです。シャムシャムとしたね、歯触りが、とっても心地よいね、ああいう梨をですね、一流の板さんが切り分けると、デザートがね、ほんと、スッて口の中に消えていってしまう。で、本当にね、だからこそ、ここのデザートで、一流の料理人さんだなっていう風なのをね、味わっていただけたらなという風に思います。で、イマジネーションの世界という風に、ね、味を作るって本当にイメージの中だけで完結しているお話ですから、例え話もここまで私が申し上げたみたいに、宇宙へ飛んできて戻ってくるみたいな言い方が結構、出ちゃう話なんですが、例えばね、お子さんだったら、お子さんってすごく舌が敏感なんですよ。
だから、お子さんの好き嫌いを見逃しちゃうと、なかなか、舌の敏感なのが分かんなかったりもしますんで、例えばね、梨好きのお子さんでこんなお子さんっていると思うんです。梨があったら自分で丸かじりしちゃう。で、丸かじりするほど好きなのに、切ってお弁当に入れてあげると残ってくるっていう、憎たらしいなお前っていうようなそういうお子さんっていらっしゃいますよね、実際に。で、なんでだかわかんないけども、食べないで帰ってきたりする。これはね、梨っていう果物に原因があると思うんですね。梨はね、切った時、少しでもこの梨本体にストレスがかかってると、味がね、ガラッと変わっちゃう果物なんですね。で、どう変わるかっていうと、鉄臭いというか、このペタペタした、舌触りというか。で、大人はね、もう梨だもん、そうなって当たり前でしょって思うわけなんですけど、板前我々っていうのはそれがどうやったら丸かじりした時のみずみずしさがこの包丁入ってもできるんだろうみたいなね、そこから妄想するわけです。だから不思議なことに板前が目指していることとお子さんが感じてらっしゃることって一緒だったりします。まあそれでそんなお子様にね、一流の料理人が切った梨、お弁当残してくる。切った梨だと食べないっていうお子さんに、一流の料理人が梨を切ってプレゼントするとどうなるかという、そんなイマジネーションのお話ですが、まあ大概食べた後、こんなお返事が返ってくると申しますか、その前に何も言わずに平らげますね。パパパパって。で、美味しかったって聞かれると、美味しいけど普通とかね。いつもの丸かじりの味とかね。で、最後ここです。丸かじりの皮がない味っていう、そこって言って、プロは思っててよかった。と思うんですけど、周りの大人たちは、っていう、受け止めてくださってるようなね。我々プロってそういうところを見て満足しています。という息の使い方って書きましたけど、まあ、我々プロの、考え方、感じ方って、もうちょっと付き合わせてください。申し上げさせていただけますか。よくね、ちょっと大きめの、ショッピングアーケードとかにあるお寿司屋さんでは、お馴染みになりつつありますよね。マグロの解体ショーと。これご覧になってる方多いんじゃないかなと思います。本当に一度やるとね、マグロっていう魚がお刺身になる前の大きさ、あれも圧巻ですし、たくさんギャラリーが出て人気になるショーですからね。で、ただですね、解体ショーは私はね、もう一つとってもいいことがあるんだなと思ってます。これ何がいいことかって申しますとね、実際にこの大きな魚をね、切っている時のこの切り手の職人さんを間近で観察できるでしょ。まあ包丁長いですからちょっと近寄らないでくださいとか言われるわけなんですけど、表情を見れるところまでは近寄れるはずですんで。でね、集まった人たちの側から見ると、でっかい魚だなとか、切り分けてる板さんかっこいいなとか、もうそんなんでいいんですよ。で、そんなんでいいんですけど、この後ね、もしまた解体ショー、見に行く機会がございましたらですね、切っている板さんのまさに今切ってますという表情を観察していただきたいなと。これ嫌な人だなと思われたくないんですけど、でも本当見てるとね、お分かりになるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、そんなに日本全国に解体ショーのファンの人がいるとは思わないんですが、せっかくね、そこにいらしたらぜひご覧になって気づいていただけたらなと。
マグロのね、中に包丁を入れましたと。入れた瞬間から後なんですが、職人の皆さんね、真剣に目を開いて、ただ、どこ見てるんだっていう目つきになります。これね、種明かしいたしますと、マグロ職人さん、切り屋さんはね、どんな切り屋さんでもそうです。どんなに物が大きくても。最初から最後まで、できれば、その一息で切りたいわけですよ。一息っていうのは、包丁を何度も入れない。一回包丁入れたら、最後までずーっと切っていきたいんです。で、切り始めはここから切るんだぞっていうところを真剣に、焦点が、ね、目を使って包丁入れますから焦点がそこに合ってるんですけど、で、いっぺん中までズーンって入れてしまうと魚が大きいですよね。だから、正直な話、包丁自体がね、肉の中にズンって中に入ってしまって、どこで切ってるかっていう場所は見えてないんですよ。だからね、その後は、見るっていうよりも、感じてるんですね。で、感じっていうのは、先ほども申しました通り、イマジネーションですから、ただ、すごくそのイマジネーションを感じるために大事なことっていうのは、両手で感じている、肉と骨の間ね、できる限り骨の際を切った方が、ね、お刺身いっぱい取れますから、そうしたいんですよ。で、そうするために、ハンドルのような、感覚で見てる。で、あとね、意外なのが、息遣いなんですね。こう、横で見ないとわかんないんで、危ないですよってとこ中入っちゃそれもっと危ないですからあれなんですけど、実際ね、息を止めないで長い細い息をね、ずーっと職人さん吐いてると思うんです。で、そうした方がね、包丁先がずれずに済んでくれるんですね。これなんでかなっていう、私もわかんないんですが、私もそうですよ。もうずーっと、ふーんって最後まで、一息で切ってる間やるんだ。これ不思議なんですけどね。他にね、これ、どういう例えで言うかなっていう、お得意のイマジネーションですけどすいません。空手とかね、瞬間ですごい力をすごい力を出すっていう人いますよね。居合抜きとかもそうですけど、これ、居合抜きで切るとき、とか、空手だと、叩き割る前に、やーとか、言いますよね。で、あれ、我々切り職人もね、解体ですごい技を出しているつもりというか、すごい技だと思って欲しくて解体ショーやってるわけですけども、例えばこれ、マグロの切り、一番最初に、へいって言って包丁突っ込んじゃうと、えいで終わっちゃった後ね、切る部分残り結構ありますよね。何度も申し上げる、どういうわけかわかんないんですが、息が終わっちゃうとね、その瞬間包丁先がズーってずれちゃうんですよ。なので、感覚、イメージとしては、空手や、居合抜きみたいにね、やってるんだけど、何せ相手が切り終わらないので、切り終わるまでの間を、なんていうんですかね、スローモーションにしてるというんですか、っていう、まさか声出してる人いないと思うんですけど、長い息を吐き続けて、このイマジネーションでね、だから最後の方が大変ですよ。もう息切れてくるんだから、もうちょっとで終わるから、みたいな。そんな感じで感じてきています。少なくとも私はそうなので、マグロの解体の方、間違ってたら大変申し訳ございません。そうやって切ってるんではないかと、思っております。
宮本武蔵の柳生石秀才の芍薬の花は本当かというお話、ちょっと古い話なので、あれですが、バガボンドをご存知ですよね。知られてか知らないでか、現在健康、宮本武蔵という人の人物像は、このバガボンドのベースにもなりました吉川英治氏の小説、宮本武蔵の武蔵像というによるところがとっても多いんですね。戦前の昭和の初めの小説家さんなんですが、この小説の中でこんな一幕がございます。ね、私だけだろうと思うこんな変な妄想をするのはというようなお話なんですが、宮本武蔵が訪ねていきました柳生石秀才という、当時有名な剣豪であるんですが、そのもとに、一足早く勝負したいという別の侍がですね、近所の旅籠に泊まって訪ねてきました。で、石秀才はその近所の旅籠に泊まっているその侍へこれをと申しまして、芍薬の花を切ってですね、手紙をつけて、で、従者づてに、その侍の元まで持って行って手紙を渡しますと、その侍はなんだこんなものと、手紙だけ見て、花は手にも取らずに従者を返します。その返された芍薬の花はどういう縁だか、同じ旅籠に泊まっていた武蔵が取り上げまして、この切り口は素晴らしいと気がつきまして、何度も切り口を眺めてはめでたと。あくまでフィクションですよ。ね、ただ、でも切り屋として大変続々と嬉しいくだりでございます。このね、芍薬のこの切り口を、私も切り屋ですから包丁の切り技で再現するとどうなるかななんていう、私はそういうのを考えてみる癖がございまして、綺麗な切り口って大変なんですよ。ご家庭でね、ネギとか切れ味の悪い包丁で切ったりするとですよ、大抵下の方が残っちゃうでしょ。あれはね、一番下の方だけ切ってればいいんじゃなくて、上の方から切り切れなかったネギ細胞がですね、この何秒か、コンマ何秒のうちに、この順々にこの下に寄ってよれて結果一番下の端っこが残ってるんです。で、そういう部分が全くなくて、そのまま、端から端まで綺麗にスパーンといっているっていう、そういう切り口をですね、ある程度硬いですよね。その切り枝の切り口が、こうね、なんていうんですか、バリっていうんですか、バリもなく、綺麗に切れているっていう、もういいですね。だから、刃先が綺麗にスパッといくってことは、刃がずっと引っかからずに、枝の上でこう、スーッと動いていくから、切り気をね、ほんの少しにでもないと切れないし、一瞬で切るんだけど、長い包丁で、端から端まで渡っていく感じで、スパンと切れば、こうなって、ああなって、うわーみたいな、もう、柳生石秀才惚れちゃうな、みたいな。ね。60ですよ、私。どこまでお話ししましたっけ？もう、つまらないお話を聞かせてしまいました。まあね、切り屋さんってもう切ること自体がもうイメージ職業なので、こんなことをね考えるのは多分私だけだったとは思うんですけども、思いながらもでも案外他の方たちも皆さん結構変態な考え方してたりするんじゃないかなというふうに思っています。お時間もだいぶ経ってまいりました。今夜も皆様に良い夢が訪れますように。ご視聴ありがとうございました。